おはようございます。ラクトギパテレビュー動画、色付けの動画に続く3部作目です。今回はラクトギパテで補修した部分の強度や耐久性について検証していきたいと思います。では行ってみましょう。まずこの材のことを調べていきましょう。このフローリングは裏にクッションがついているタイプのフローリングです。傷をどう直したかというと、これがビフォーです。傷は下地はしっかり残っていて、上の短パンだけが剥がれたような状態です。これがアフターです。詳しくどう直したか知りたい方はラクトギパテのレビュー動画と色付けの動画をご参照ください。簡単に説明すると、ビフォーの短パンがめくれたところにイサム塗料のラクトギパテを入れて研磨して形を作って木目を描いて仕上げました。今から検証していきます。僕の予想では傷とパテの縁の部分が割れてすぐ出てくると思います。まずは傷の上を1000回歩いていきます。ちなみにこの紺色の靴下が85キロの体重です。灰色の靴下は75キロの体重です。ここでフローリングの端っこの方が割れてきましたが、ここはメスザネで本来ならオスザネが噛んで、ここは空洞ではない状態なので、これはノーカンにします。ですが薄い下地とパテだけでは脆い気がします。未だに縁も出ていませんし、表面も何ともありません。500回踏んでもほぼ変わりはありません。50倍速の早送りの動画になるとフレームに入ってなくて踏んでないように見えますが、しっかり踏んでいますのでご安心ください。ほぼ変わりませんのほぼの意味は、表面が靴下との摩擦で摩耗してツルツルになっていました。2倍速、3倍速、4倍速、5倍速、6倍速。この辺でかなり疲れてきましたが、なんとか頑張っていきます。50倍速。ここで1000回踏んでるんですが、全然変わりはありません。追加で約200回ぐらい踏んでいきます。100倍速。やはり踏むぐらいでは何も変わりませんでした。歩いてダメならプロレス技のストンピングをします。マジでなんでやねんって感じです。表面の塗膜がちょんと剥がれてるんですが、パテ自体は大丈夫そうです。こうなったらもう毛先切りチョップしかありません。もうなんで壊れへんねん。もう会心の一撃しかありません。次で絶対壊す。もうなんなんこれ、不死身やんこれ。もうこれはイサム塗料じゃなくて不死身塗料です。不死身塗料の不死身パテです。もう奥の手を使うしかありません。
おそらくメキメキ言ってたのはフローリング自体のスリットのところがパキパキ言ってたような感じで、傷の縁が出たりはしていなかったです。塗膜には薄く2本ひびが入ってました。この検証を経て分かったことは、しっかりとしたバックアップがあればパテもしっかりしているということです。正直こんなにパテが強いと思いませんでした。さすがにパンチやストンピングで壊れると思ってましたが、参りました。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。